には焼きたてのパン。オーガニックの全粒粉 100% がお気に入りだ。コーヒーも無農薬。南米にある農園のフェアトレードの豆をドリップする。おもむろにパソコンの電源を入れる。電力は全部太陽や地熱から。洋服もペットボトルから作られた繊維のものが流行っている。さてと、そろそろ時間だ。移動は電気自動車で。オフィスに着くとホッとする。アップサイクルされた地元の木材でできているから。ちなみに私のデスクは再利用の廃材だったりする。考え方で暮らし方は変わると思う。例えば、物の適正な値段を考えてみる。無理はしない。買わなくても借りればいい。シェアすればいい。自分の居場所を大切にする。地元を愛する。物に愛着を持つ。できるだけ長く使う。SNS でみんなと共有する。新しい方法を知ることもできる。いいと思ったらすぐに試してみる。そんな毎日が多分私らしい未来を作ってくれる。そう思う。ダイヤモンドヘッド。J-Wave ダイヤモンドヘッド Ethical Wave。 J-Wave ダイヤモンドヘッドエシカルウェーブ。ここからは国内外のエシカルの話題を紹介するコーナー、エシカルトピックス。3年先の未来、そのヒントになりそうな取り組みを番組の視点で切り取っていきます。 Ethical Topics。 AED の使い方ご存知ですか？おもちゃメーカーのバンダイがガシャポンミニチュア AED を発売しました。全4種類でガシャポンは1回300円です。突然心肺が停止してしまった方に電気ショックを与えて心臓を正常なリズムに戻すための医療機器が AED。 公共の施設や駅などにありますが、いざという時使いたくても使い方がわからないという方は多いはず。ガシャポンで購入できるミニチュアの AED は実際に使用することはできないものの、形状やパーツの構成を忠実に再現していて AED の仕組みをおもちゃで理解できるようになっています。 Ethical Topics。 竹から作られたコーヒーカップに新しい色が登場。毎年世界中で使い捨てられているコーヒーカップの数は1000億。そんな中で生まれたグッズがエコヒーカップ。土の中で分解可能なバンブーファイバー、つまり竹の繊維で作られたコーヒーカップです。こちら形はいわゆるタンブラーのあの形。洗えば繰り返し使えることから人気を集めていましたが、この度新しいから6種類、そしてモデルチェンジしたプレーンカラー3種類が登場しました。 Ethical Topics。 保存料なしで食品を2年間そのままに。こちらはソーシャルグッドのアイデアを集めたオンラインマガジン Ideas for Good からのニュースです。香港のスタートアップ企業が新たな食品の保存法を開発しました。その保存方法とは、ソースやオイルなどの液体、肉や魚などの固体をそれぞれ別々に殺菌して無菌状態でパッキングした後でさらに低温殺菌するという方法です。こうすることで調理済みの食品の風味、食感、栄養価を保存料を使わなくても2年間維持することができるという仕組みになっています。この技術を開発した会社イクソンフードテクノロジーによれば、今年の秋にも長期保存が可能なグリルサーロインステーキやポークチョップなどを販売する予定です。
ということで国内外のエシカルな話題を3つ紹介しました。真央さん、この中で今週気になったものはどれですか？最後のですね、保存料なしで食品を2年間そのままにというトピックですね。はい、非常にもう未来を感じさせる内容ですよね。僕としては3つポイントを挙げたいと思うんですが、はい、まず1つ目は食品ロスという視点ですね。はい、今世界中でね大きな問題にこの食品ロスということになってるんですが、日本の中国内においても本来食べられるのに捨てられてしまう食品の量は年間612万トンを超えているというんですね。でその食品ロスの大きな原因の一つに賞味期限、消費期限切れということがあってすぐに捨てられてしまうということがあるんですね。こういった問題の解決策としてこういう新しい技術、新たな食品の保存法に注目が集まっているということなんですね。はい、2つ目なんですが、環境に優しいというポイントなんですね。この技術によって保存されたものによると製造に必要な水とエネルギーが少なくて済みますので、それで調理にかかる時間もまた短くて済むと。で環境にも優しい製品になっているということがあるんですね。で最後の3つ目はこの非常食としてのポイントなんですね。で特に日本は差が多くて、非常食に対しての存在って非常に大きいですよね。でそういった時に何より美味しくてしかも環境負荷も少ない選択肢がこのオプションとして増えるとしたらそれは嬉しいことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうですよ、2年間保存できて、そう保存料がないっていうのも母親目線で見ても安心ですし、なるほど、はい、でこの内容もグリルサーロインステーキやポークチョップっておしゃれなそうですよね、がっつり系ですよね。がっつり飲食業界だったり我々普通の生活をする人々にとっても非常に今後未来を変えていくような技術だと思うんですけど、個人的に非常食について昔からいろいろ考えてることがありまして、非常食ってちょっとまずいとかその味の期待はちょっとしてないですか。だけど非常な時が最近日本も本当に増えていますし、非常食ほど逆に僕的にはクリエイティブに明るく捉えられるような付き合い方とかやり方があるんじゃないかなって以前から思ってるんですよね。はい、あと僕思ってるのが飾れるほどクリエイティブな非常食の入れ物とか、そうですね、少しアートになっちゃうようなアートそのものがいざとなったら食べれるとか、そういうアイデアたくさん実はすごいアイデア本当に真央さんいっぱい持ってそうですね。でその辺に関しては非常食メーカーさんのお声掛けをちょっとお待ちしてますという感じなんですけどそうですね、はい、キッチンとかにね可愛い輸入物の缶みたいな感じで並べといて、そしたら家にストックしておきたくなるし、そういう考え方っていうのが、非常食なんでちょっと災害時っていうこともあるので、捉え方があると思うんですけど、少しでも明るくとか質の高いものとかっていうのができる、この技術は本当にそれを垣間見えるというか、そうですね、そういうものだと思うんですよね。楽しみです。ありがとうございます。J-WAVE ダイヤモンドヘッドエシカルウェーブ、以上国内外のエシカルな話題を紹介するコーナーエシカルトピックスでした。